こんにちは、ゆうかです。今私は東京駅に来ています。今日はこれから北陸新幹線かがやきに乗って金沢まで移動してみたいと思います。今日乗るのはかがやき523号のグランクラスです。今回は3回目のグランクラスに乗車ということで目が輝き始めています。1回目は仙台に行って2回目が北海道に行って今回金沢に行くので北陸の方に行くのは初めてなんですよ。なので今回はどんな旅になるかとっても楽しみです。ということで毎回恒例にもなっているんですけど、まずはグランクラスの特典にもなっている東京駅のビューゴールドラウンジに行ってみたいと思います。ビューゴールドラウンジの位置をたまに聞かれるんですけど、めちゃくちゃ近くて今八重洲中央口にいるんですけど、歩いて1分もしないくらい30秒ぐらいで着くんですよ。すごく近くて助かります。じゃん、到着しました。ここがビューゴールドラウンジです。今の時間が9時20分なんですけど、発車が9時56分なんですよ。なのであと30分ぐらい時間があるので、ちょっとラウンジでゆっくりしてこようと思います。でもここのラウンジは動画撮影 NG なので、写真撮影なら OK だそうなので、いつも通りモラギノール風の紙芝居でお届けします。出禁になるのは嫌なので、静かにラウンジを楽しみたいと思います。ドリンクメニューはこんな感じで、禁酒中なのでアルコールはなくて助かりました。グランクラスのチケットは安くないのでね、何を積もれば元が取れそうか真剣に悩んでいます。ここではリンゴジュースをチョイス。果たしてお味はいかがでしょうか。酸味と甘みのバランスが絶妙で、リンゴって感じがしますね。お菓子も無料だったので迷うことなく注文させていただきました。お菓子のお味はどうかしら。こりゃ美味しいですね。あと300枚は余裕で食べられそうです。ラウンジ内は相変わらずおしゃれで高級感があって、旅系のマガジンや新聞が置いてあったり、コンセントが使える座席があったり、専用のお手洗いまであるので出発時間までゆったり過ごせそうです。観葉植物もいい感じ。あ、やばい。気がついたら出発10分前で大焦り中。急いでずらかります。やばい、北陸新幹線乗るの初めてだから場所がわかんない。やばいやばいやばい。置いてかないでグランクラスお願い。ありました。かがやき523号9時56分発。よかった。それじゃあ行ってきます。やばいやばい。グランクラスは一番端っこだからいつもすごい遠いんですよ。そこだけね難点なんですけど、乗ったら快適なのでね。あと少しの辛抱。先頭まで到着しました。かがやきの顔です。いつもはやぶさに乗ってたので色が全然違って新鮮でいいですね。それでは初めての北陸新幹線乗ってきます。見て見て、今日も誰もいないよ。めっちゃ空いてる。やったね。私は 5A なので前から2番目のここの席です。軽く座席紹介をしてみたいと思います。こんな感じで独立シートとこっちには2人掛けの席があるんですけど、もちろん私はぼっちなのでね、こっちの独立シートを選びました。すごく座席が広々としていて、ここめっちゃふかふかなんですよ。わかりますか？そして上にはすごく広い荷物入れがあります。今回私はリュックで来たので、こんな感じでリュックを収納しておきます。忘れないようにしないと。よし。ご案内いたします。この電車は9時56分発
北陸新幹線の輝き523号金沢行きです。停車駅は上野、大宮、長野、富山、終点の金沢です。9時56分の発車です。発車まであと5分ほどお待ちください。動いた。9時56分ちょうどに動き出しました。ここから2時間半のグランクラス旅、ゆっくり楽しみたいと思います。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございありがとうございま。ますす。ありがとうございますこ。の電車は輝き号長野経由金沢行きです。アテンダントさんに袋をもらいました。この中にいろいろ入ってるので見てみます。じゃん。まずはメニュー表。これはね、いつ見てもワクワクするんですよ。こんな感じで和食と洋食が書いてあって選べるんですけど、今回も和食にしました。いや、この写真見るとさ、和食の方が美味しそうじゃないですか。私毎回和食選んでる気がする。洋食もね、美味しそうなんですけど、なんかこっちの方がボリューミーでお得な感じがして、やっぱこっちにしちゃうんですよね。今度は洋食にしてみたいと思います。次乗る機会があれば。あと飲み物もこんな感じでいろいろ書いてあって、もちろんアルコールもあって、ソフトドリンクもたくさん用意されています。私はね、朝は牛乳派なんですけど、牛乳はないか。牛乳以外の何かを選んでみたいと思います。あとはグランクラス専用のおしぼりがあります。それとグランクラス専用のお水、最後におつまみが入っています。これはお酒に合いそうですね。まあ今日は朝なんでさすがに飲まないんですけど、お水と一緒に食べたいと思います。グランクラスはいつも人が少ないんですけど、今日は5人くらい乗っていて、全員海外の方で結構車内が賑やかなんですよ。なので喋りやすくて逆にいいですね。座席の前はこんな感じになっていて、シートピッチもとっても広いです。足をギリギリ伸ばせるくらいですね。そして座席の奥にはこうやって荷物をかけれるフックがあったり、あとはここにもいろいろ入っていますね。これはじゃーん、スリッパでした。それでは魔法をかけます。3、2、1と、あらびっくり、スリッパに履き替わりました。歩きやすそう。そして他にはこんな感じで北陸のおすすめスポットなんかが書かれている資料が入っていました。これも後でゆっくり見ようと思います。あとはトランベールと座席のご案内が入っていました。まあ私は3回目なのでね、見なくてもわかるはず。あれ、ちょっと待って、結構難しいわ。後でちゃんと見とこう。これでしたっけ？車掌は東京あ、こっちか、新幹線すいません。来ましていただきまして、ははいい、スライドしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。ごゆっくりお過ごしください。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。ご飯がやってきました。ご飯というか、まあ軽食なんですけど、軽食という割にはがっつりあるんですよ。じゃん、こんな感じで和食を選びました。美味しそうすぎる。私の朝ごはん。それじゃあいただきます。やばい、大失敗、全部泡。ちょっと待つ。それじゃあ3回目のグランクラスに乾杯。
いや、これは違うんですよ。朝だから牛乳を頼もうとしたんですけど、牛乳がなくて、アテンダントさんが来ちゃったから急いで頼まなきゃって思って、とりあえず左上のメニューを頼んでみたらビールだったんですよ。やらかしました。まあ仕方ない、頼んじゃったので飲みます。いただきます。今日はお肉が多い気がする。ラッキー。今回の和食は夏雀と発酵というメニューで9月頃まで提供されているそうです。季節ごとに献立が変わるので何度乗ってもお食事が楽しめて最高です。さっき苦戦していましたが、北陸新幹線のグランクラスは東北・北海道新幹線のグランクラスと少し仕様が違っていて、テーブルの出し方とかも若干違うんですよ。過去動画との違いもね、ぜひチェックしてみてください。まあ前回も前々回もお酒を飲みすぎているところは一緒なんですけどね。今回はこの1本でお酒をやめにしておこうと思います。ちなみに東京から金沢のグランクラスの料金なんですけど、乗車券が7480円で、特急券とグリーン券が24160円だったので、合計で31640円で乗れました。いや、結構高いですよね。一応指定席も調べてみたんですけど、指定席で行くとだいたい1万4000円くらいで行けるそうです。輝きには自由席がないので、一番安くても指定席なんですよ。倍以上って考えたら贅沢すぎますよね。もうせっかくなのでね、今日はちょっと暴れます。なんかビールもさ、プレミアムエールってめっちゃいいビールじゃないですか。さすがグランクラス。まもなく大宮です。大宮の次は長野に停まります。大宮から長野、めっちゃ We 飛 will ばし soon ます make ね。 a brief stop at Omiya. The stop after Omiya will be Nagano. ごちそうさまでした。完食しました。めちゃくちゃ美味しかった。お腹いっぱいになったからちょっと休憩。10時21分、新幹線が大宮駅を出発しました。ここから群馬県の高崎駅を抜けて長野、富山、金沢の順に走っていきます。お天気も味方してくれて、今日は本当に気持ちのいい旅日和ですね。それではお待ちかねのリクライニングタイム。こういう風にリクライニングの角度を細かく調整できるんですけど、私は大ゴロンしたいので、いつもこの倒すっていうボタンをずっと押してます。あとは呼び出しボタンがあって、これを押すとアテンダントさんが来てくれます。それと読書灯もあって、これを押すとここの座席の後ろについている読書灯が点灯します。あとはちょっと見えづらいんですけど、ここにコンセントもあるので携帯の充電とかもできます。それじゃあリクライニングとおお、めっちゃ倒れてくれる。あ、すごい、足も上がる。久しぶりに乗ったからワクワクしますね。これでマックスかな。こんな感じで足も上がるのでリラックスできます。横から見るとこんなに倒れてるからすごい快適なんですよ。じゃあこれで30分ぐらい仮眠しようかな。おやすみ。
仮眠して元気になったので、早速車内探検に出かけたいと思います。前回乗ったグランクラスとは少し雰囲気が違って、全体的にかっこいい感じの色使いですね。それでは車両の後ろ側もチェックしてみたいと思います。おー、和テイストな感じでめっちゃおしゃれ。ここはグランクラスの乗客専用のパウダースペース。大きな照明があってとっても豪華です。トイレの中はこんな感じになっていて、都内だったら家賃3万円はしそうな広さ。1K じゃなくて 1T ですね。向かい側にも洗面台があって、コンセントやハンドドライヤー。ここのカーテンを閉めると半個室で利用できるので、変なダンスもできておすすめです。2杯目は白ワインにしてみました。いや、本当に違うんですよ。全然頼む気がなかったんですけど、アテンダントさんが呼んでもないのに来てくれて、次の飲み物どうされますかって聞いてくれて、私大丈夫ですって断れないんですよ。なので2番目に書いてあった白ワインにしてみました。あ、すっきりしていて飲みやすい。私赤ワインよりも白ワインの方が好きなことに気づきました。美味しい。あ、そうだ、最初にもらったおつまみと一緒に飲もうかな。前回もこれ食べた気がする。前回は北海道に行ったから青森通るからこれが入ってたのかなって思ったんですけど、違いましたね。金沢でも入ってるってことはグランクラスは統一してこの青森りんごとナッツなんですね。ダメだ、これは絶対酔うやつだ。でも今日はこの後も予定があるからあんまり飲みすぎないようにしておこう。2杯で終わりにしておきます。YouTube? YouTube? Yes, subscribe. Oh, subscribe. Yeah. 登録して。Oh, yeah.あ、これ。 There it is. あ、やったー。Thank you. Thank you. イエイ。 What's your name? ゆかすずき。Yukas. Yes. YouTube. 前に座ってるアメリカの方が話しかけてくれたんですけど、4杯くらいお酒を飲んでいて、私かなり負けています。頑張ります。飲んだ。すいません、コニャックをお願いします。お飲み込むでございますが、ロックストレートソーダ割りでございます。ソーダ割りでお願いします。じゃん、コニャックを頼んでみました。これやばいですね。アルコール40度だって。めっちゃ強い。こんぐらい？結構いってた。これ本当にやばい。ちょっとグランクラス乗った人は飲んでみてほしいです。コニャックなんてそんな可愛い名前じゃない。コニャックって聞くとすごいコダックみたいで可愛いじゃないですか。全然ね、ちょっと待って、酔ってて何言ってるかもわかんない。ダメだこれ。そういえば希望がある人だけの栃木県産とちあいかのパウンドケーキを注文できるんですよ。なのでちょっと言ってみたいと思います。
このパウンドケーキ1つください。あ、じゃあお願いします。ありがとうございます。車内が少し寒いのでブランケットをもらいました。これもグランクラスならではのサービスでありがたいですね。今乗車してまだ2時間経たないくらいなんですけど、もうすぐ富山県に着きます。やっぱ新幹線は早いですね。じゃん、とちあいかのパウンドケーキ。これ美味しいんだよね。前回も食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、いちご味のケーキです。美味しい。まもなく富山です。高山線、愛の風富山鉄道、富山地方鉄道はお乗り換えです。Please watch your step when you leave the train. The stop after Toyama will be the Kanazawa Express. まもなく終点金沢です。七尾線 IR 石川鉄道、北陸鉄道はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。本日も北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。またその後参ります13時5分発剣23号鶴瓶駅は石川県金沢市に到着しました。イエーイ。無事に金沢に着いてよかったです。今回グランクラスに乗車するのは3回目だったんですけど、やっぱり何回乗ってもいいですね。座席も広々していて、リクライニングも自由に倒せて、フットレストも調整できたり、とても快適に移動できました。アテンダントさんも常に気にかけてくれて、すごく居心地が良かったです。ただね、毎回アルコールをいっぱい飲んじゃって酔っ払っちゃうんですけど、今回も酔っ払っちゃいました。グランクラスダメですね。結構周りを見た感じ、みんなお酒を飲んでいてグラングラになっていたので、私だけじゃなくて良かったです。私、石川県に来るのは人生で実は2回目なんですよ。 YouTube 動画では初めてなんですけど、実は1回だけ来たことがあるというか、ちょっと降りて観光はせずに 3,4 時間滞在したことがあるんですけど、それ以来なので今回は観光するのがとっても楽しみなんですよね。この後はちょっと気になってる行きたいところがあるので、そこに行ってこようと思います。次の動画も楽しみにしててください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。